韓国ソウル地下鉄チョンロ三ヶ駅。着いた着いた。もう何回やってきたかわからんチョンロ三ヶ。少し暖かくなったからか人もたくさんいるということで、今日行くところはこっち。暖かくなったと思ってもすぐ真夏みたいになるんやろな。春と秋は短い。そんなチョンロ三ヶの駅をこっちわさびが今日も行く。チョンロ三ヶといえば毎度おなじみこの道、納言楽器商店街のすぐ横の路地。あれ、前来た時と同じ横断幕が掲げられてる。素材の使い回しではない。今日もこの道か。正直この道もう俺は目つむってでも歩けんで。ほら、でも完全に目つむって歩くのって怖いよな。だからちょっと開けてんねんけど。あれ、ここは看板のフォントがカラオケ屋さんみたいな以前来たコッチャンチョンゴルのお店。そうそう、ここは親切で美味しかったよな。まだまだ目をつむってでも歩ける。ちょっと開いてんねんけど、道行く人は俺を避けていく。おお、ここも以前来たアグチム屋さん。そうそう、ソウルで初めてアグチムを作ったお店。たくさん海鮮が入ったヘムルチム食べたよな。やっぱりこの通り俺が実家に帰るよりもよう来てる。今度布団と枕持ってきますわ。そんな道を抜けると大きな交差点が見える。こっから右側か。ちょうど楽器商店街の建物を越えたあたり。またアグチム屋さん見えてるけど、実際マサンで食べてみたいよな。そんな交差点から右手に向かうとすぐ、もう看板見えてきてるで。着いた。早くもう少したいい加減ミョンニョンまで足しはすんだ。今日のお店はチョンロチゲマウル。あれ、ゲが多いになってる。本当はあーいいやんな。俺もたまに間違えることあるけど。そう、ここの名物はポルチン。それ食べに来たんよ。店頭にはメニューの写真も掲げられてる。書いてあるように4人以上は入店不可です。はは、俺一人ラッキーなんて思いながら今日のお店に入店です。こちらのメニュー、いやメニュー見るだけでなんかワクワクするわ。老舗感というよりかは親父感。魚の内臓スープ、タラのスープ、タラコなどが入った魚卵のスープ、手長ダコの炒め物、タラのほほ肉の蒸し物。ほんで炒め物料理もめっちゃある。一番上の魚の肝炒めいうの気になんな。とにかく今日俺はもう決まってんのよ。早速注文。인세트 주시고요. 그리고 샐러드 하나 주세요. 예. 店内の雰囲気はとても殺風景。それがなんとも味が出てる。ということでまず用意していただいた基本のおかずは角的、練り物の炒め物、蒸し卵、ニンニクのお漬物、そしてわさびにお醤油。ほんできた、今日のお供はキュービのキツネちゃん。ぐる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 。俺と同じでキュービのキツネちゃんもチョンロに生息しているぜローレング。キュービのキツネちゃんも目をつむって歩いてるかもしらん。親父衆のプンプンするこの店の雰囲気。まずは一杯飲んで喉を開く。本日一杯目。霞バレまぶた懐かし味の後。ありがとうございます。今日も一日終わった。まず手が向かったのはこの蒸し卵。まあケランチンよね。俺の嬉しさの感情とは裏腹に卵は逃げる。よし、無事上陸。そのまま引き上げる。とりあえずこれでキュービのキツネちゃんには落ち着いてもらおう。一口で口の中の熱を冷ましてくれる。ほんまに冷ましてくれたんか。おい、火ついたんちゃうか。再びキュービのキツネちゃんが走り出す。この店の親父感に完全に飲まれた俺。料理が出てくる前におかずでグビグビっといってしまう親父の証拠。ニンニクの噛む音に紛れながらまずはこいつがやってくる。
鍋が運ばれてきてすぐにブクブクと湧き上がる。お玉を手にした俺はまずはスープを上から振りかける。上にはニンニク唐辛子セリが見える。単純作業してるだけやのに口の中にはよだれが出てくる。鍋の底にはタラの実。ああ、これは生のタラやな。ということはもうちょっと時間が必要。キャッチ&リリースという家訓を守り、そのまま煮詰めていく。湧き上がった食欲はこんなとこで抑えることはできひん。再びお箸は置かずに向かう。練り物の炒め物。目はタラに釘付け。パクリ。まあ色見てちょっと分かったと思うけど、味付けは結構濃いめ。これ酒飲ましに来てるな。ほらノールック。キュービのキツネちゃんの罠にまんまと引っかかる。でも目は鍋から離さない。下から湧き上がる湯気に包まれ一杯。まだかな。我慢できずにとりあえずスープだけをすくっていく。やっぱりこういうスープは熱々で飲みたい。ごくりといくと顔は歪むがカルカランマ。なかなかこういう表現って日本語で難しいんよ。スプーンは跳ねる。さらにもう一杯。飲んですぐキュービのキツネちゃんを確認してもうたけど、ここは我慢。感じで煮詰まったこのタラの実。ディールを巻いていく。誤解ないように言うときますけど、まだメインではないからね。ただ見た目のプリプリさに錯覚してしまうほど。少しの力で身が崩れていく。全く力が必要ないという感じではなく、身が詰まった弾力のある感じ。軽くほぐしたタラの実を一口。このタラの実の淡白さに俺は落ち着いてまう。欲張りな俺はセット頼んで正解。舞釣り竿でタラを釣り上げていく。大きな口と書いてテグ。その口に俺は飲み込まれてもうた。キュービのキツネちゃんも道連れにして。メイン出てくる前にぶっ倒れるかもしらんで俺。それぐらいの破壊力。と思ってたら、あれ俺のかな。あ、近づいてきてる。このお店の名物料理、今日のメイン料理、やってきた。まずはさっき鍋から釣り上げたタラの実は急いで口の中に入れていこう。冷めたら刀って美味しくなくなるからさ。これだけでも骨抜きにされてんのに。このビジュアルにこの白子。大きい白子を上から2切れ持ち上げる。出てきたばっかりやから熱々。慎重にフーフーしてるけど、この白子のビジュアルに俺は見とれてしまう。いざ一口。光が体を包んだその瞬間、この卵巣は人生の再起動スイッチになっていた。泡のように儚いこのプニュプニュとした食感と、真っ赤やけど辛くないこのヤンニョムの濃さで、なぜか笑みがこぼれる。一瞬目はキュービのキツネに奪われる。それはまだ早い。次はこのタラコ。白子とは違ってこっちはしっかりとしてる。入れたらすぐわかる。こっちはプチプチとした食感。口の中も楽しい贅沢メニューや。もうここまで来たら我慢できひん。確実に酒に合う味付けや。俺はもうノックアウト。まだまだコンボは続く。ヤンニョムの霧を振り払い拝見。中には緑豆もやしが見える。こういう料理には必須よね。でその上をまた出てきたタラの実。かなりでかいの入ってる。じゃあそのタラの実をつかむ。鍋の中には白いタラ、皿の上には赤いタラ。タラの実の肉厚さは申し分ないねんけど、ふわっと鼻を抜けるごま油で、もっとええのがこの緑豆もやしの量。まあ実際俺はもやし好きやからええねんけど、こういう料理って下もやしばっかりの時あるやん。これ冗談抜きで皿はでかいけどもやしそんなに入ってないんよ。しかもこのタイミングで食べると、もやしがしなる前の食感が生きてる生きてる。あかん、落ち着こ。ちょっと興奮してもうた。俺の心を純白にしてくれるお豆腐。熱々やけど中から染み出てくるこのスープの旨味。もう口の中から魂出てるんちゃうかな。参考までに言うておくと、今日の料理色がはっきりしてるやん、白と赤って。ただこの白の方がちょっと辛め。お、こういう大根は 100% うまいからやろ。俺はそんなピリ辛に体中が支配されてもうてる。せっかく出してくださったし、こいつも使ってみよう。わさびを少しお醤油の中で溶かしていく。
小さくぐる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 。こんなもんでやろう。じゃあやっぱりなんといってもこのタラの実。皿にも鍋にも大量バタがなびいてる。プリプリのタラの実をお醤油に少しつける。そのタラを大きく一口。もうこれは説明不要の安定の味。右にもタラ、左にもタラ。俺の顔もタラになってまう。箸休めには確定。二段重ね。歯ごたえも2倍で酸味が口の中でほわっと広がる。再び手は白子炒めに戻ってきたけど、材料ももちろんやけど、このヤンニョムがええのよ。一口食べたら止まらんもん。俺の歴代の中でもトップクラスに酒を呼ぶ味付け。だから昼間からグイグイグイと続出すんで。勢い山でちょっとこぼしてもうた。さっきお店の前でも叫んでたけど、このお店久々に来た。その時も結構人気店やったけど、今日もオープンランで入ったのに席はもう満席。ウェイティング必至のお店。いやそらそうやで。2人前やのにこの量出てきて、材料の鮮度も申し分なし。いやーそりゃ人気になるよね。俺の左手右手が今日動きっぱなしやもん。こうやってわざとおかずに手を伸ばして一休みしてるけど、結局こっちに手が伸びてるからね。白子の存在感に圧倒されてるけど、このたらこもすごいいい味出してるからね。ほら俺がもうそこに入りたい。入ったら抜け出されへんぐらい詰まってる。食べても食べても俺の釣り竿は獲物を見つける。これはタラの頬肉の部分やろか。崩れそうやから優しく釣り上げる。ここまで結構食べてきたと思ってんけど、こんな大きのまだ入ってんねんで。この部分はプルプルしてそう。一口入れると予想通り。身のしっかりとした肉厚の部分とは違い、50年後になっても食べれる柔らかさ。50年後やったらもう生きてへんか。とにかくそれだけ柔らかいということ。あとこの料理はいろんな食感も楽しめる。プルプルプチプチもやしのシャキシャキ。この料理にもやしがないと考えたら結構寂しい料理になる。もやしと一緒に食べることで、タラの実、白子、たらこがより一層輝き出すんやから。なんだかんだで鍋のタラは全部食べきってもうた。だが俺にはまだまだこのスープがある。体も心も温めてくれるサウナみたいな存在。ってこれはガスの線かな。てかよく見てみると風呂場のタイルみたいやな。俺はほんまにサウナにおったんかも。じゃあサウナもう一ラウンド行きますか。そう思った途端、サウナで汗を流したかのように体が浮いていくようや。人の물결이 새끼を삼키고 하얀 유분엔이 대구 아마 보롯이 도우가 지나가고 미련 노조킴이 시스가나 칼칼함이 혀끝에 나대루 상안경이 도라에를 가라앉은 다가라 아카이탄 속에 푸칼리 히토조가 옛된 세츠 소크모 가와카이고 니들 다카라を안고 이카리가 떠올라 깊숙이響く 고와큰 어조율 큰 접시에 이칼이 던지고 앉이고 일시 다돌이 트이다 낙원 사우나 없잖아結構食べてきたけど、ちょっと失敗したかな。もうちょっと具残しといた方が良かったんちゃうかな。だってこれ저기요
これが満席の力。俺の言葉は届かない。 저기요. 届いたかな。 밥 하나만 주세요. 来た。あ、ちょっと待って。危ねえ、めっちゃ熱かった。あれ車掌さんやと思うねんけど、なんであんな平気な顔で持ってはんの。プロやわプロ。すいません、見くびってました。来た。 NG を重ねたチョンノのバーテンダーがご飯を華麗にシェイク。キラーン。まずはスプーンで一口サイズすくっていく。すくった途端ちょっと落下してまうけどお皿の上や。後で食べたこ。とにかくもう NG は出せないパクリ。この料理ご飯にもよう合うんよ。つまみにもなるしおかずにもなるね。俺はどっちも体験したい。ご飯の余韻を口の中に残しながら少し残ったタラの実ともやしをねじり込ませる。これなんよ。俺はこれがしたかったんや。ほんまにこのヤンニョムだけでご飯いっぱいなんて軽々いけんで。ただ俺はここでご飯を全部いってもうたらあかんのよ。大丈夫や。まだまだ理性ははっきりしてる。嵐の前の静けさとはこういうことを言うんよ。もうちょっと減らしとこか。この一つの行動が取り返しのつかないことになる。プランプランしてたもやしがヤンニョム攻撃。口についただけでは終わらなかった。今日は大丈夫や思ってたのに。俺はもう次に行きたいねんて。こんなことしてる場合ちゃうねんて。さあ行くで。赤い大海原へ羽ばたけ。周りについたご飯もしっかりと入れていく。ネクタイを犠牲にしたんや。美味しく作ってやるぞ。おお、できた。正直このヤンニョムを初めて食べた時から分かってた。白いご飯に混ぜて食べたらもう他にはかなわない。このビジュアルは締めには最高。さっきもちょっと言うたけど、このヤンニョムにはごま油の香りが強い。控えめに言うて止まらんで。気づいたらもうほぼ食べてたわ。昼飯やったらもう俺このご飯だけでええわ。それぐらいの満足感。そんな時、もうそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。正直一本って決めてるから制御してたけど、今日は危なかったね。他のテーブルでも瓶が傾きすぎてる。だから最後の一滴まで。今日は赤い海と白い海に溺れた一日やった。最後の一杯。じゃあ最後はちょっと残ったこいつで終わりにするか。なかなか取られんな。どうしよう。結局最後の最後まで右手と左手がずっと動く一日やった。最後の一口を噛みしめながら今日の料理の余韻に包まれていく。あれ？骨が出てきた。やっぱり俺骨までしっかり味わってた。チョンの三河駅にあるタラと白子がたっぷり入った炒め物のお店。デグタンも忘れずに。終始瓶も傾く美味しさ。いやー大満足や。お店出てすぐ隣やねんけど。嘘やん。おう忠義ね。そう、ここはメウンタンのお店。新館って書かれてるからここじゃないねんけど、このお店でも撮影したよ。もうこの周辺でばっかり撮ってる。だから俺は目つぶってでも歩けるで。目つぶる前に顎拭きや。イクソンドンの観光客に紛れながら目は少し開けながら歩いていく。ってことで今日の食物語もこれでおしまい。チャイモゴスミだー。